まず見てください。帰れで二度と来るな。日本から韓国人は日本に住むな。民度も価値観も何もかも違う。はっきり言って迷惑。中国行け。そっくりだぞ。帰れ。反日国家の人間は来るな。人は日本から出て行け。出て行け。詐欺。似てるか？食うとけ。警国人は嘘つきであることは言っていないね。お前らの価値観は不愉快なの。学問だけが人生でない。マグロ船一年乗ってその腐った根性叩き直してこい。日本に住まなくていいから日本以外に行ってよ。本当に嘘くさい。あなたは日本のために何ができますか？ただ韓国中部は日本に逃げてるだけ。本当品がなさすぎる。この言葉がわかります？日本に根付いている品格が海外の方わからないのです。だから絶対わからないものはわからないのです。韓国の方は品がない。食べ方、行動、本当に文化の違い埋めるのは不可能です。韓国の本当の黒歴史を知らない輩が東大で何を学びたいのかわかりません。がアメリカのポチとして日本を奴隷にしてきたことだと思う。南米ジャングルに移民を出して日本人を売り渡し、戦争で虐殺し、天皇としてなりすましてきた。許せません。日本人の税金で生活しようだなんて考えないで、東大ならば日本人に反省と謝罪をしてほしいですね。許してはならないことです。嘘で日本人を貶めてきたことも許してはならないと思っています。真実を学んで帰ってください。まず韓国人と親戚になろうとする日本人に驚く。韓国人の母は日本で暮らそうとも韓国の生活をさせたくて、調味料を山ほど持たせたかったのだろう。韓国人夫が入り込むことで、このかわいそうな日本人家族に韓国風の生活をさせたい。またはそれが当たり前である。そんな卑しく傲慢な下心が感じられる。悪化している韓国の国情がさらに悪化すれば、芋づる式に日本に逃げてくるだろう。韓国人とは関わるな。まだそれがわからないお花畑日本人たち。3つの話をしたいと思います。まず一つ目はですね、僕は感情的なコメントやリスペクトのかけたコメントには一切対応しません。反論しません。絶対コメントを残さないです。YouTube をやっていると日韓関係の話をするとき、どうしても感情的なコメントが出てきます。韓国でも同じです。例えば、韓国でも日本人 YouTuber が韓国の話をすると、コメント欄に日本は最悪の国だ。日本人は謝罪しろというコメントが出ることがあります。つまり、これはどこの国でも同じ現象なんだと思っています。僕は一切対応しません。理由はシンプルでして、お互い気分が悪くなるだけだからです。一度感情的になると、物事の本質が見えなくなる。例えば、政治でも同じですよね。怒っている時、人は相手の話を聞かない。自分の正しさだけを主張する。さらに怒る。このループに入ります。これ何も生まれないんだと思っています。僕自身も中学生の頃はネットでよくバトルしていました。掲示板、SNS、コメント欄、お前の考えは違う。バカか？頭大丈夫？そんな過激なコメントたくさん残していました。でも今振り返るとそこに残ったものは何か？僕の場合は何もありませんでした。残っていたのは怒りと時間の浪費、これだけでした。だから今は反省してしないように決めています。現実で相手に同じことを言えないならもうそもそもコメントしない。逆に現実で聞いて会話を続けるのが厳しいと思った方とはネットでも話さない。ネットと現実で同じ姿勢で生きている。これが僕の考えです。2番目の話ですが、僕が時間の使いたいところは他のところにあります。もっと大事なことがあると思うんです。それは何かで言うと、応援してくれている方々に恩返しすることです。僕は日本に来てもう10年近くなります。博士課程やって、草野球楽しんで YouTube をやっているんですね。ここまで生活できているのは日本で出会った人たちのおかげなんです。例えば、研究室の先生、友達、視聴者の皆さん、このチャンネルも僕一人で作ったものではありません。むしろ毎日のコメントを読むと応援しています。勉強になりました。日本と韓国の話面白い。こういうコメントが圧倒的に多いんですね。数で言えば応援コメントの方が10倍、100倍多いんです。だから僕は思うんです。一部のコメントに僕の時間を使うというよりかは応援してくれている皆様に時間を使うべきなんじゃないか。例えば10分の時間があったとします。そんな時にコメントでバトルするところに10分を使うんじゃなくて動画を作るところに10分を使うべきなんだと思うんですね。こちらの方が視聴者にとっての意味のある行動だと思うからです。だから僕はそのコメントを見ると戦うよりかは作る、動画を作る、恩返しする、その姿勢で活動していきたいと思っております。
で、最後の3番目の話ですが、私たち敵じゃないですよって話をして終わりたいと思います。今回、厳しいコメントたくさんありました。で、これを見て僕思ったことがあったんですよ。人間ってどうしても味方か敵かを分けたくなる生き物なんだと思います。人類はおよそ40万年前に誕生しました。その長い歴史の中で人間は生き延びるために、この人は仲間か、この人は敵かを順次に判断する能力を発達させてきたんです。もし敵を見分けられなかったら、部族同士の戦いの中で生き残れなかった。つまり、味方か敵かを分類するのは本能であって、それを持っている人間だけが今この時代を生きているわけであります。だから厳しいコメントを見ると、正直に言うとですね、僕の中にも、最初はですね、こういう感情生まれるんですよ。この人は僕と敵なのか味方なのか戦うべきなのか、それが本能として僕の心から出てくるんですね。でもそこで一回立ち止まって考える必要があります。本当にこの人は敵なのかということです。例えば僕は韓国が好きです。でもコメントを書いている方の中には韓国が好きではない人もいるかもしれません。でもそれって敵味方の問題なのかを考える必要があります。人間ってみんな違うんですよね。好きな文化、好きな国、大事にしている価値観も全部違います。それは当たり前のことで、韓国が好きだから、嫌いだから、ということは敵味方の問題ではなく、違う考え方の持つ人間であること、それだけですよね。例えば、韓国という国とどう向き合うべきかを考えるときに、距離を取るべきだという意見もあれば、協力するべきだという意見もある。どちらも日本の未来を考えているから出てくる意見かもしれません。日本という国が良くなってほしい。そう思っているなら、実は僕と共有しているゴールは同じなのかもしれません。僕も日本という国が好きで9年間ここで生活して、たくさんの日本の方々に助けられてきました。だから僕は韓国人ですが、韓国だけでなく、日本もですね、両国の国益を上げたい。両国がより上手くなってほしい。強くなしてほしい。そう思っているんです。この動画を作った目的はですね、先ほどの厳しいコメントの方々を晒して、皆さん、この人たちを攻撃してくださいと思って作ったわけではありません。私は対応しません。ので、そのようなコメントはお互い時間の無駄ですよってことをまずはお伝えしたかったです。あと二つ目は同じゴールを見ているかもしれないのに、敵か味方かそういう本能にとらわれて、喧嘩し合うってこともあんまりよろしくないことですし、そのような時間に別のこと、自分が求めていること、自分が日本のためにって思っている他のことだったりとか、自分が幸せになるような他のことをやった方が、お互い得ですよってことをお伝えたかったです。人生の貴重な時間、もう限られてる時間の中で、戦って敵味方、お前バカだ。そういう時間よりかは、僕の場合はもう草野球好きなんですけれども、そういうようにやりたいことをやって過ごす時間、もしくは僕は恩返ししたいんですけれども、恩返しのために使う時間の方が僕は大事だと思っており、そういうことに時間を使っていきたいというふうに思っております。日頃応援してくださって本当にありがとうございます。僕は皆様のコメント全部読んでいるので、よかったらいつもコメント残してください。以上、パックンでした。アニョン。